中国史上で5人の中元皇帝が外国人に捕らえられた。たとえ、清春の海底芝氏や明帝芝行、宋王朝の奇想や、金宋、明王朝の正統帝。他の4人の皇帝は、国が殲滅された時に捕虜になり、苦難に耐え、ついに一国で亡くなった。明王朝で、正統帝一人だけが、大明国力の全盛期でオイラトに捕らえられた。正統帝は、土木の変後に、大明に戻り、再び皇位に就いた。彼は、中国史上最も伝説的な皇帝の一人であり、彼の生涯中に唯一の成績は、順宗の廃止でした。正統帝は土木の変で捕虜となり、次は脱門の変によって皇位を復辟した。その後に目が見えない、足が歩けない女性を皇后にxác立しました。驚くべきことに、この戦士には息子がいないし、出身も高くなかった。なんで彼はこういう決断したのか？宣徳2年、1427年、孫子は宣徳帝の長男であり正統帝を出産した。3ヶ月後、正統帝は皇太子に任命され、母の孫子は皇后として封じられた。宣徳10年、1435年正月、宣徳帝は講じた。宮中に女王は新帝になる噂が流していた。当時の超大号は軍神を召集し、皇太子の正統帝を指さして、これが新帝だと言った。それで、9歳の皇太子、正統帝は、皇帝として、翌年、年号は正統に変更した。皇太后の長子は、太皇太后と称して、皇后の孫子は、皇太后となります。9歳の新帝正統帝は皇位に就くでもまた、幼いでしたので、大臣たちは超太后に、朝政の司ることを求めたけれど、超太后に断られた。実際、国家の大事などは、また、太皇太后長子に掌握されていた。長子は、女性ですけど、地位は尊重され、広い視野を持ち、自家の家族を用いらない、外戚の介入を許可しない。その後、正統の時期に、朝野に強い権力を持つ宦官の王臣さえでも、頻繁に超太皇太后に呼び寄せられ、責められた。友好的に王臣の傲慢をよく打撃した。彼女が権力を握った時期に、王臣は悪いことをすることを恐れました。超太皇太后は、人選の地以来の旧臣を再利用し、その中で楊式、楊栄、楊府の三人は有名で、史上で三楊と呼ばれていた。三楊は、内閣の補佐官を務め、国境防衛を安定、地方間の行政体質を整頓、経済を発展させ、明王朝は、まさに盛んであり、少年の正統帝は、超太皇太后や三楊の補佐の下で、明王朝は生き生きと進歩向上していた。しかし、この良い発展は、長続きしなかった。正統5年、楊栄死去。正統7年、多くの選抜した後、遼寧省海州の少女選手が、超太皇太后によって選ばれ、正統帝の皇后になりました。当時、選手は16歳で、正統帝より1歳年上でした。正統8年、超太皇太后が講じた。正統9年、楊式死去。正統11年、楊府死去。太皇太后や三楊の死去によって、いつも正統帝に信頼された王臣が、徐々に頭角を現し、朝廷で波乱を巻き起こして、正統時期の政治が下り坂に滑り始めた。この時、少年天子はもう男気に成長してきた。国を守り、安定させる野望を持っていた。次は、明王朝の建国以来、最も屈辱の歴史であり、危うく明を滅亡する土木の変が起こした。土木の変の起因は、表面的に、毎年オイラトから明に、農耕する者の品質が、大幅に下落し、オイラトは明王朝から賞賜を受け取らなかったため、また宦官も汚職に巻き込まれた。オイラトは利益を得る計画は、最終的に実現されず、明王朝の制裁を受け、恥ずかしさで怒り出し、この口実を利用して、
反乱を起こすことにした。清東帝は、彼の側近である宦官を右心に扇動され、多くの大臣が非常に反対されでも、彼は50万人の軍隊を率いて、花魁党政党、苦戦した。最終的に糧食や草などの供給不足や、宅築方針などの問題のために、繰り返し敗北し、50万人の軍隊が、モンゴル地域で、すべて殲滅され、清東帝が捕らえられ、人質になった。明王朝が、亡国の寸前に、史上有名な孫皇后が立ち上がり、大局を指揮し、中心右権の補佐、大局を安定させ、朝政を治め、孫皇后、右権など、その他の忠義の人々の努力により、明王朝はついに困難な時期を乗り越え、ほぼ200年再延長していた。実際、土木の変の真相は、明王朝の内部で矛盾を生じたわけです。それは、当時の文官集団は連合した結果です。当時の明王朝では、帝主学は非常に人気があり、多数の知識青年を生み出した。彼らは大声で道徳を唱えたのですが、実際に心では非常に陳腐であり、清東帝は幼い頃から王臣のような社会の底の人々とより親しい関係を築きたので、彼の考えが比較的に過激な情緒でした。彼が帝主学に対して反感を抱いた。偽善的主大部に対しても抵抗感がある。だからこそ彼は文官集団と大きな齟齬がある。一方で清東帝は自分の父親宣徳帝の輝かしい戦績を思い出した。宣徳帝は一度陽痍の助言により自ら軍隊を率いて漢王を破った。また、当時の明王朝は国力が非常に強くて、花魁とのような蛮夷と戦うことが恐れるものではないと考えた。つまり、彼が自分の実力を証明したい。彼の無謀な行動で、明王朝は危うく、亡国を招くところだった。清東帝が捕らえられたというニュースが北京に伝わり、阿孫はまず財帛で皇帝を買い戻すと決意した。この決定を知った後、宣皇后はすぐに、すべての財産を寄付し、夫が釈放されられますように望みました。しかし、たくさんな宝石を手に入れたエセンは、もっと貪欲が膨張してきた。彼は、清東帝を利用し、明王朝により、大きな譲歩を強要しました。エセンが約束を守らないことを耳に入れた、宣皇后は、大変絶望した。また、自分の兄の千金や弟の千将二人とも土木の変で犠牲した。彼女がこの世の中に一人残しており頼れる人がいないと認識した。慶太帝が皇位に就く後に彼女自分自身の境遇により無理欲感を抱いていた。彼女は昼も夜も泣いていた。ついに彼女は夫のためにできることを一つ思い出した。それ以降、毎晩、夜が静まった時に、寂れた宮殿では、天に助けを求めながら、女性の泣き声を、ぼんやりと聞こえられました。23歳の宣皇后は、このように、夫を生き続けるために、天が彼女の精神を憐れむことを祈りました。宣皇后は毎日このように祈っていて、どんなに眠くても疲れていても、彼女はただその場で横になり、ベッドで寝ることをしませんでした。過労、貧しい食生活、凍った地面、そして冬の厳しい寒さは長い間に彼女の身体侵襲し、彼女の片足は重傷を負い、それはもはや治癒ができませんでした。そして昼も夜も絶え間なく泣きながら、徐々に彼女の片目が見えにくくなった。宣皇后は自分の障害を気にせず、治療を受けることを拒否しました。これは、神が夫を取り戻すために、彼女が支払うべき代償であると信じていました。最後に、明王朝の慶太帝の指示と受けや石膏など、大臣、及び軍事大臣の適切な指揮により、明軍は、北京を守るための戦いに勝利した。明王朝を確保し、清東帝も釈放された。22歳の清東帝は、幕北から北京に戻りました。
彼を待つのは太上皇という虚名でした。彼の帰還後、すぐに南宮に軟禁されました。敵陣に釈放された正統帝は、帰還後、すぐに自分の兄弟に軟禁されたことを信じがたいですし、南宮で自分を待っていた人がもはや魅力な妻ではなくし、彼女はすでに片目が見えない、歩けない、障害のある女性でした。最初の驚愕が過ぎ去った後、正統帝はすぐに彼の妻の障害の理由を知った。正統帝はキャリアと家族の両方で大きな打撃を受けたばかりでしたが、その頃、自分は妻の命のような扱われた愛情を見ました。対照的に、その時点で彼は本当に複雑な感情を抱いていました。妻の障害を嫌わなかっただけでなく、彼はそれが何を意味するのかを本当に理解していました。深い愛情を持っており、妻を宝物として扱っていました。それ以降、正統帝、先皇后、そして妾グループは、南宮で互いに頼り合って暮らせていた。幽禁された正統帝は、太上皇の称号にそぐった生活待遇や政治的地位を得られなかっただけでなく、その後、毎日の衣食さえ維持しにくくなった。正統帝は、南宮で気が塞ぐ、焦燥して長くて辛い日々でした。先皇后は、夫の状況を見ながら、彼女は、あらゆる方法で夫を慰め、自身病気の体を支え、南宮の妃嬪たちを率いて、食べ物を引き換えに刺繍を急いで作りました。そのように慰め合うことで、7年が経ちました。慶泰8年、1457年正月、脱門の変により、退位した、正統帝は再び即位、年号は天寿、と変更した。もちろん、正統帝は再び即位したので、正統帝の初妻として、先主は皇后になるべきです。しかし、この時点で、皇后は、身体的な障害に加えて、彼女は、実際に不妊になった。皇后として、子供を出産できないことは、世間に非難されられます。だから、ある小弁と呼ばれる宦官は、孫太后に、先皇后を廃位し、周忌妃を、周皇后に変えよう助言した。正統帝はそのことを聞いて激怒し、小弁を返斥した。周忌妃は聖華帝の実母であり、周忌妃は息子を産んだから、皇后になれると思いましたが、失敗した。周忌妃は皇后に不満を抑えることしかできませんでした。天順8年、1464年の12月、わずか38歳の正統帝は、病気になって、人生の最後に向かっていた。当時、正統帝が一番気にするのは、彼の死後、周忌妃が彼女の息子を使って、先皇后を虐げるのではないかと非常に心配していました。愛する妻のために、彼は2つことをした。1つ目は、彼は、先皇后に死ぬまで、親孝行しなさい、と聖華帝に指示したが、依然として、不安を感じ、大学士であり利権に繰り返し、先皇后の死後、自分と合葬すると言いつけた。2つ目は、彼女は、子供がいないので、民の制度により、皇帝の死後、彼女が、殉葬の対象となる。先皇后の命を確保するために、殉葬制度を廃止した。先皇后の命は救われましたが、周忌妃に排斥され、憎まれました。幸いことが、大臣たちは命を懸けて、彼女を必死に守ったから、先皇后は生き延びていた。聖華4年、先太后の死後、皇太后でもあった周皇太后は、先太后と正統帝を一緒に埋めさせたく、ありませんでした。先太后と正統帝が、ついに一緒に埋葬されたのは、大臣たちが、正統帝の遺言に従って、強く主張したわけです。弘治17年、周太后が亡くなりました。その時初めて、正統帝の左側に埋葬されていた、先太后の霊廟のトンネル返しで埋め尽くされていることが発見された。周太后は、
大臣の助言により、宣太后と聖統帝の墓を一緒に埋葬することを許可したが、聖統帝の墓に通じる宣太后のトンネルを塞いだ。周太后自分の霊廟だけで聖統帝に繋がっていたことが判明した。このようにして、宣皇后と聖統帝は生涯にわたってお互いに尊敬し合い、死後は一緒に埋葬されましたが、嫉妬深い周太后によって隔てられました。聖統帝が死にかけている時、彼は宣皇后の世話をすることを忘れませんでした。これは真実の愛だった。聖統帝は明朝の第6代、第8代の皇帝でした。彼は20年以上皇帝であり、彼の成績は鈍いです。唯一の称賛に値するものは、順宗制度の廃止でした。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。